皆さんこんにちは、あさきです。9月25日午後、今日は木曜日、午後2時半を回ったところです。今日もよろしくお願いします。片付けます。ちょっと体調が悪くてですね、先週ライブ配信終わって次の日夕方熱が38度8度まで38度8分まで上がりまして、とうとう私もチャイナバイルスにかかりました。1週間お休みしてました。ということで、まだちょっとね、喉、声がね、おかしいし、喉と鼻がね、やっぱりまだちょっとなんか、いまいちすっきり治ってないんですけど、やっていきたいと思います。先週やりました、スロットルのちょっと補足をね、しておきたいと思います。これ先週これね弾くのがね大変だったと思うんですけど、弾けなくてねちぎれちゃったりいろいろしてたと思うんですけど、この切り込みがね浅いと、例えばこういうふうにねこっち浅めに作ってあるけど、もうしっかり最後までいっちゃうとこう弾けなくなっちゃう。弾けなくなっちゃったら弾けなくなっちゃったで全然止まってるので大丈夫なんですけど、ちょっと深めにねやってもらう。これはここまで切れてるんですけど、深めにやってもらえばここ合わせておいてね、こう弾いたりとかねすることできますから、その辺がね動画の時の状態と違ったかなと思うので、ここだけちょっとね訂正というか注意というかね、どうしてそういう風になってたかっていうのをねちょっと理由が分かってることなので一応訂正させていただきます。全然大丈夫ですよ。短くなっちゃってもこれ弾けなくてもこれで止まってるから抜けることはないし、この隙間は空いてるし、これはこれでね長さをしてもらって、こうボンドをつけてシュッとやって固めてから余分をカットするっていう方法でね、なかなかねまっすぐに真ん中2等分したところにしっかり入らないと奥まで切り裂いていけないので、どっちもどっちっていう感じなんですけど、そこの辺のところがねなんか動画と違うじゃんとか失敗してるじゃんとかいうのがあったかなとは思うんですけど、からくりとしてはこんなところですね。はい、ではさて、あとはインストラクター展のお知らせ。2025年11月7日から9日ですね。代官山のサロンウエストさんです。私はまだ作り始めたばかりなので、やっと始まったところなので間に合うように頑張ります。で今日はこれですね、デザインペーパー。これねセリアだったかなで買ったんですけど、2種類ありまして、これをね今日使ってやっていきたいかなと思います。で病気だったこともあり1週間ねほぼ下準備というものができなかったので、これ1枚ずつ出したとこなんですけど、これを切ってやるところからやります。で今日はちょっとどのぐらいまで声と喉が持つかわからないけど、できるところまでやっていこうかなっていう感じです。でこのデザインペーパーねかなり厚みというかね、すごく厚くなくちょうど良さそうな厚みで、使えるなということでやったんですけど、ただね右と左じゃない、曲がる方向と曲がらない方向がすごく分かりにくいから、こうやってねやってみて、硬いなって思う方が曲がらない方、柔らかいなって思う方でカットしたいんですよね。これはちなみにもうちょっと切ってあります。これは切ってある方で、じゃあ次はどうかっていうと、本当に分かりにくい。こっちが曲がるね。こっちがほらこう切りたい。こんな形で間違ってもこういう風にねコピー用紙もそうなんだけど、実はすごく分かりやすいのと分かりにくいのとあって、分かりにくいものに関してはどちらでもいいんじゃないかなって思います。これなんか色すごい分かりにくいから、一緒に切っちゃったらね、多分色がね分かんなくなっちゃうんじゃないかなって
思います。そうそう、このね説明をすると2色2パターンあって、こっちピンクの方は上のね薄い方の色があって、こっちの紫の方は下の色が入ってるんですよね。で、4色8色なんですけど、並べてみると分かりやすいけど、なんかね多分切っちゃうと本当にこの色とか分かりにくくなっちゃうんじゃないかなと思います。もう一枚、これがね、これ多分ね本当この色とこの色なんて本当に分かりにくくなっちゃうんじゃないかなと思います。あと黄緑と黄色、これも分かる。これで切って、このぐらいで切って、本当はね下準備してあったらよかったんですけど、本当に寝込んでたんだからしょうがないね。そういう時もある。ということで、こういう向きで曲がりやすい方なので、こっちに切っていきます。でちなみにこういうどっちかわからないような、紙に関しては必ずしも曲がりやすい方向に切らなくてもいい時もあって、かえってね細くて薄くてなんていうの、細くて薄い紙は曲がりにくい、抵抗がある方で切った方がこう強度が増すっていうか、コピー用紙なんかもそうなんだけど、曲がりにくい方向で切った方がいいこともあるんですけど、今回はちょっとこれは曲がりやすい方向で切ってみます。そういうのはねやってってみてどっちがいいかなって感じになると思うんですけど、なんかいろいろ使っててあっちこっち置いてどこにあるのかわからなくなっているが、これだね。さっきねお茶をぶちまけちゃって、なんかちょっと濡れてたりするんですけど、はい、こういう時でだいぶ自分でね切る時には切りやすいのでどんな方法でもいいんですけどやってくださいね。これは今回はこうライブの時にはこの持ち場がね狭いので、これ短いの使ってますけど、さっきまで使ってたカッターはどこ行った？どこ行った？これもね20センチの使ってますけど、こんな感じですね。まず5ミリちょっと切ろう。よし。数本切ったらもう始めちゃってきますね。あらららら。デザインペーパーでクイリングはできるのかっていうみたいな感じで台にしようかな。今日は折り紙とかでもねやってみたいかなって思うんですけど、色画用紙じゃなくてもできるのかなっていうものを試すのを、そういうのをねライブでやっていきたいなと思ってて、なんかできるかできないかわからない、できるっちゃできるけどっていうようなことになるんじゃないかと思うんですけど、そういうのって動画にはできなくてもちょっとやってみたいっていうようなことをやっていきたいかな。よし。
細い方も作っておきたいんだけど、これね、剥がれてきちゃってて、よし、これを切るときに多分学校とかでこうね、自分の中心にまっすぐ持ってきなさいなんて言われることもあるかもしれないけど、私の場合は本当はまっすぐ切るよりは少しこんな倒すっていうのかな、少しだけ角度をこっちにして、でライトも本当はこっちから当てる、ここのね、ここを見たいわけね。そっちからだとちょっと見にくいか、こういう風にした方がいいんだけど、私がそうすると切れなくなっちゃうので、少しライトをこっち側から当てて、ここのところとこれね、こことここがしっかり合ってるかどうかを確認したいのね。本当はこういう風に気持ちね、こういう風に切る方が切りやすいっていうか、正確に切れると思っている。ちょっとゆっくりめでいってみます。というのはやっぱり目の前にスマホがあると本当に切りにくくて、こんな感じね。こうなんかほんと当てちゃって、当てて、でこっちも消えた。線が消えるっていう直前のところっていうのかな。細くなればなるほど真剣に切っています。それからあまりここでぐーっと右手に力入れちゃうと、これがね、自分の手でこうふやーって押しちゃって太くなっちゃうっていうかね、真ん中がこうカーブ状に切れちゃったりとかするのね。だからそこも気をつけなくちゃいけなくて、本当に力を入れるのは左手。だからこんな薄い紙でも2回こうしなきゃいけなくて、あまり一発で切ろうと思わない方がいいっていうのが注意点かな。一発で切ろうとすると力が入っちゃって、本当にね、ここをねギューって押しちゃって、ここがねこういう風に ABC の C みたいにね、こういう風に切れちゃうことがあるのね。もう何回もそういう切り方しちゃってるんで、本当に特に薄い気をつけてくださいね。注意点ね。そんなこと知ってるわよっていう方もたくさん切る方はね思ってらっしゃる方もいるかもしれないけど、一応これは初心者さんに向けて発信しておりますのでご了承ください。ということで、さあこうね、こういうふうにでまたやっていきます。これもこのライン1ミリ近くあると思うんですよ。だからこのテープを貼るときにすでにどっちに合わせるか、これは今、線があるのに対してこの右端に合わせてある。でも上はそうでもないな。こっちは右端に合わせてあるのに向こうは左端に合わせてあるみたいになってないかな。大丈夫？これは真ん中にいってるね。右端になってるかな。はい。
最近うちの一番近いダイソーにはこのテープ、貼り目テープなくなっちゃって、すごくショック。まあ私何本も買ってあるんですけど、入れてくれないかな。本当にね、ちっちゃいダイソーなので、商品どんどんねなくなっちゃって、新しいものに変わってっちゃうんですよね。だから売れ行きが悪いとなくなっちゃう。売れ筋の商品は置いてあるようにしてあるお店っていうことらしいんで。これは分けちゃうと分かりにくくなっちゃいそうなので、ちょっとここで置いていきましょう。はい。で、短いのを何本か切ったら作り始めますね。切った感じはねすごくいいので問題なくできる感じ。よし。そう昨日の夜動画を上げたんですけど、それは海外のね人に向けて上げた動画で、一応ね YouTube もどんどん変わってきていて、本当はねオートダビング機能っていうのがあって、私も設定してあるはずなのにならなくて、どうしてならないのかがわからないんだけど、他の方のね動画でも声を出しているものに関してはオートダビング対応ですってなってるのに関しては、勝手にね自動の吹き替えでその国の言語になって、その国のじゃない、設定したね言語にね勝手に喋ってくれるのがあるんですよ。でそうはならなくて、私の場合はその機能がなぜかそうならなくて、一応ね自動翻訳っていうのになって、オートダビングじゃないんだけど設定さえすれば自動でね翻訳がつくので、というのはただね機械で翻訳するやつなのでライブ配信中にはならなくて1日ぐらいかかるのかな。1日ぐらいかってやっと自動翻訳されて、それをチェックしてオープンになるみたいな感じで、めちゃ変なね翻訳なんていうの、漢字が間違ってたりとかねするのはあるんですけど、すごいちゃんとそういった機能があって結構ね、私ポケモンの PVP の動画、対人戦のねポケモンバトルの方ですね、ポケモン GO で GO バトルっていうのがあるんですけど、それで海外のね人の世界チャンピオンとかのね動画を見るときにものすごい早口で英語でババババって説明してくれてるんだけど何を言ってるのかやっぱり聞きたくて、でそれを利用して聞いてたり聞かないんですよ。もうその人の場合は早いから遅くしないと読めもしないっていう状況なんですけど、一応どんなこと言ってるのかなっていうのが知りたくて利用してたりするので割とこうね私の動画を見てくださってる人結構ね405060代の方が多いから、もしかしたら若い人と違ってそういった機能をね知らない人もいるんじゃないかなとか、もういろおせっかいかもしれないけど、一応日本語だけじゃなくて英語で話してるのも聞けるようになるので、そういった意味も込めてちょっと紹介してみたんですけど、よいしょ。はい、これね。
まあ、私の配信だけじゃなくてね、他の人のも聞けるようになります。何を話しているか分かりますよっていうかね。うん。こんな感じだね。やっぱりね、これ一本だけだと本当にね、分からなくなっちゃう。まあ、これが、分かるかね。分かるかね。よいしょ。こういうのはね、もともと8本なので、色別でやっておけばいいかなと思いますよね。これ入れておけばね。うん。綺麗です。デザインペーパーもいろいろあって薄いのあるんですけど、本当にね、デザインペーパーじゃないや、これなんていうの、写し紙みたいなやつ、トレーシングペーパーか。トレーシングペーパー、ダイソーのトレーシングペーパーも使ったことあるんだけど、それはねペラッペラでね、ちょっと使えなかったからね。やっぱりトレーシングペーパーだとちょっと厚めのやつを使わないとダメかなと思います。これちょうど4、8で、このデザインペーパーも8色なので、まあサイズの違いぐらいはすぐわかるから、同じところに刺してみようかなと思います。やっぱりね、少し透明感があってね、ちょっと夏にやればよかったねっていうような涼しげなこれ初夏に向けてやればよかったかな。その頃はその頃でね、いろいろ忙しかったから、あったからね。もうあんまりね、2ヶ月先とか3ヶ月先とかの先のことを見越して動くことができてなくて、できた。さあこれで何を最初に、まあ最初はね、一回丸めてみよう。ちょっと色数は足りないけど、一番先にやるのはやっぱり丸めることですかね。よいしょ。本当に出しちゃうと色が分かりにくいね。よし。これ入れたか。他の色もね、今日はちょっと後で準備しておこうと思う。来週もこれの続きになるかな。私ほんと昨日の夜結局ね、一つ目の展覧会の作品をもう始めなくちゃっていうことで始めて、一つはね、なんかできそうっていうのができたかになったかな。サンプルがだいたい仕上がったっていうか、水がない。クイリングって一つの作品作るのに本当にパーツをいくつも作らなくてはいけなくて、そのね一つのこれを作るっていう方針が決まったというかすごいホッとして、もう何ヶ月も前から枯らしちゃったって言ったやつね、枯らしちゃったって言ったやつをなんとか作るって言ってたのが、花びらができた状態。こういう風に花びらを作るっていう、これはねまずい。これはまずい。やっぱ薄いからまずいよこれさてどうしようかな。ちょっとティッシュ。これね、ほら大きさが全然違う。まあね、いつも 17.5 センチ、175ミリ
なんですけど、ほらこんなに小さくなっちゃった。薄いからね薄いからね比べるのあるかな、比べないかな、比べるのあったあるある。はい、これがだいたいいつもね、これちょっと7ミリかなんかだけど、ほらこんなに太さが違うわ。ほらね、ってことは1本で巻かないとできない。これね、長さがね15だったと思うんで、1本でやってみよう。1本でやってみようね。同じようには作れないね。これ1本で巻きます。そうだ、薄いってこと忘れてた。ね、やってみないとわかんない確かにそうだよねって言われればそうなんだけど、そして切ったところが白くなってるねで、温度の接着はまあ悪くないかな。金と銀はここつけるのに少し手間取ったというかね、時間がかかったんだけど、これはまあ、あとこれ気をつけないと、だけどよいしょ、ね、よいしょ、1本でこの大きさだからね、厚みが違うってこういうことよね。っていうことはこれ全部1本ずつ丸めるっていうのもやった方が良さそうね。これと作ったのはこれ、ね、同じものを作ろうとするとやっぱりレシピが変わりますね。長さが違うので、これも丸めてみよう。ここでね、手を置いてあんまりこうかかってますよ。これね、キューって早く巻いてっちゃうと紙でね手を切る可能性があるので気をつけてくださいね。手と紙と相談しながらっていうかね、対話しながら作るっていうか、勢いに任せてガーってやると指切っちゃうね。紙ってほんと切りやすくて、もうこれから展覧会終わる頃にはもう指先ボロボロに切れちゃって、多分切り傷だらけになってる。ほんのりね透明感があってすごく綺麗なんですけどね。可愛いことは可愛い。これね、色の違いは微妙な、一枚一枚も微妙だから、どうかな。やっぱりね滑るから巻きにくいかな。最後のところ気を抜くとねピリピリピリって外れちゃったりするかな。これ用の紙じゃないからねやりにくいけど、できるかできないかといえばできる。ちょっと扱いにくいです。ちょっとだけね。市販のペーパーでもいろんなのあるからその紙に合わせるしかないんですけどね。ほら巻いちゃうとどっちがどっちか分かる。ほんのちょっと濃いけど、はい、こうすれば分かる。これはこれでね、でね、これだとはっきりするかな。白っぽくなってるの分かる？ね、色が違うでしょ。カッターで切った時に割とこういうのってこう白くなっちゃうね。片方が白くなぜかね。こういうことはよくありますね。これも丸めちゃう。
現職ねできたらよかったけど、ちょっと本当に下準備ができてなくて、今後ねますますこの状態が10月いっぱい続くかなと思うので、まあ無理せずやれることをやっていくっていう感じで配信はねやっていきたいと思います。動画を出せばいいじゃないっていう意見もあるかもしれないんだけど、動画作るのにはすごく時間がかかるので、今日はちょっとこれ繰り返してもう一回かけますね。あ、30分になりましたね。よいしょ。もう相変わらず、昔は配信者の味方だなと言ったのですけど、今音羽庵さん、名前変わったので、音羽庵さんごめんなさい、もう連れて言えない。音羽庵さん、ありがとうございます。これ貼るときにこっちを表にするのかこっちにするのかちゃんとね決めて確認してね、綺麗に見える方をね上にした方がいいと思います。はい、そうね、大きさの問題が出てきたから、今まで1分の1って使ってたのを2分の1っていう風にねできないねっていうことが分かりましたね。じゃあ葉っぱは一応1本でやってみますかね。マーキーズいけるかな。巻くのも繊細だから少しねやっぱり巻きにくいし、指を切らないようにちょっと注意した方がいいかなと思います。でうまく渦になるかどうか。はいかな。渦にはなってるからちょっと早くもう一回やり直しやり直し行き過ぎちゃった行き過ぎちゃったよし、止まった。いいかな。ちょっといまいちかな。うまくいかなかった。行き過ぎたんだけど、あんまりうまくいかない。巻き広げるときにここっていうところで止めないとそれ以上いっちゃうあとこれね、次2枚目を切るときには、曲がりにくい方向、張りのある方で切ってみようかなって思います。一応できたこんな感じですね。さあ、でもう一個バラいってみますかね。バラは綺麗にいくんじゃない？ 3 センチぐらい。これちょっと外れやすいんじゃないかと思うんだけど、やっていきましょう。この細いスロットルでも外れやすいから、ちょっと爪楊枝のスロットルはとっても外れやすいんじゃないかとおそらく思いますが、私クイリングが好きというよりもこのバラがとっても好きなので、バラはちょっと外せなくて、
いしょ。さてここからここから五角形になるようにどうかな。よいしょ。なんかね、いいかな。よし。やっぱね、繊細ですね、繊細。これ初心者さんには向かないかな。やりにくいと思います。だからある程度ね、クイリングやったことがある人の方が挑戦するのには適しているかなと思いますね。可愛くできますけど、ちょっと扱いにくいというか、やりにくいというか、切っちゃった方がいいかな、これは。パーツがやっぱりなんかちょっと小さくなるからやりにくいかなって思う。全然大きさがね、1本でできる大きさがなんか小さくなるから、ただ繊細にはなりますね。さらに繊細になる感じ。これはちょっとだけ初心者さんは難しいけど、ある程度やったことがある方とかがチャレンジしていただくのにはいいんじゃないでしょうか。初めてやる方はね、これやめた方がいいですね。普通の色画用紙の方でやってもらった方が、そっちである程度できるようになってからね、やった方がやりやすいから、そもそもやり方がわからないのにこんなやりにくい紙使うことはないみたいな感じになるかなと思うので、これはね、初心者さん向きじゃないたら中級者さん向きっていう言い方になるの？ちょっとあんまりなんか分かりやすいようにそういう言い方をするだけなんだけど、ちょっとね、初心者さんには向かないかな。でも可愛いと、色はねすごい可愛いと思う。とっても可愛いと思う。葉っぱ作りたい。葉っぱ2枚ぐらいで、1本が15センチになるので、さらにね短くなるから、そういうのも考えると、今繊細さが出る。かわいい。ね。かわいい。もうバラ見たら何でもかわいいとも言える一掃しちゃってるんだけど。吹っ飛んだ吹っ飛んだよ。ちょっと何をしてるんだ。どこ行った吹っ飛ばかしてるんだけど、なんか下に入ってたよね。垂れてるよかった。ピンセットで挟める。よし、できた。2枚の葉っぱっていうのはちょっとバラだと変なんだけど、一応ね、ちょろっと葉っぱっていうかね。
これ差し込むときに斜めにねピヨン、なんだったらこの辺までビヨンって切っちゃっても、ほらこのぐらい切っても大丈夫。取れた。どっちがついてるかな。これかな。ちょっとね接着はね少ししにくいですよ。でビヨン、かわいい。色がかわいい。色はかわいいけどやっぱりちょっと扱いにくい、使いにくいけど色味が今までと全然違うから面白い。同じにはできない同じにはならないですけど、なんかこんな感じになりましたね。はい、よし。では今日はちょっと体調があまりよろしくないのでこの辺にしていきましょうか。来週も少しこれのね続きをやっていきたいと思います。今日はデザインペーパー使ってやりました。来週もね少しいろいろ他のやつもねやっていきたいと思うんだけど、下準備がねあんまりできないので紙はカットしておりますけど、作るのはライブ配信中になるかな。ちょっと今ね10月の展覧会に向けて作品作り始めましたので、もう多分これから10月に入りますから、あと1ヶ月でフレームのね作品一つ作るので、もう修羅場になってると思うので動画も作れないしライブ配信するだけでも大変みたいな状況におそらくなると思いますので、温かく見守ってくださいっていう感じですねそれでは今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。またね。